XRP と同時コインは、ここ数年でも指折りの転換点になるかもしれない動きが出てきました。おはようございます。桜井です。今、仮想通貨市場では、利益確定売り、機関投資家の資金移動、新しい規制法案の動き、これらが重なり、静かにしかし確実に環境が変わりつつあります。この動画では XRP と同時コインの最新情報はもちろん、ETF や規制の進展、アルトコインの強さといった市場全体の今をまとめてお伝えしていきます。それでは早速本題に入っていきましょう。まず最初にお伝えしたいのは XRP の注目すべき動きです。XRP は過去24時間で約 5% 上昇し、3.46 ドルから3.64 ドルまで一気に上昇。その後 3.55 ドル付近で安定して推移しています。この値動きが注目されている理由は、6年間続いた対称三角持ち合いというテクニカルなパターンを上抜けしたという点にあります。このブレイクアウトには、1億5800万 XRP という大規模な出来高の伴い方もあり、非常に強いモメンタムを感じさせます。短期的にはフィボナッチ計算をベースに6ドルというターゲットを上げるアナリストも出ていますが、もちろんそこまで一気に行くとは限りません。現在のチャート上で重要なのは 3.55 ドルというレジスタンスラインをしっかりと超えられるかどうかです。これを明確に超えると、次のターゲットは 3.66 ドル、その先には4ドル、5ドル、そして6ドルといった水準が視野に入ってきます。一方で、サポートラインとしては 3.4 ドルが意識されていて、ここを割り込むような展開になると一時的な調整に入る可能性もあります。また、今週注目されているのが SEC とリップルの裁判に関する動きです。7月24日には SEC の控訴取り下げに関する投票が予定されていて、この結果が短期的な XRP の価格に大きな影響を与える可能性があります。さらに、プロシェアーズによる XRP 連動 ETF がニューヨーク証券取引所に上場したことで XRP への機関投資家の関心も一段と高まりつつあります。アメリカの議会ではジーニアス法やクラリティ法といった暗号資産に関する法整備も進行中で、これらが XRP の将来的な需要を後押しする土台になりそうです。テクニカル的にもファンダメンタルズ的にも XRP は今非常に重要な局面に差し掛かっていると言えそうです。XRP ホルダーの方にとってはここから数日の動きがかなり重要になってくるのではないかと思います。では次に注目したいのが同時コインの動きです。同時コインは過去24時間で一時 7% の急落を記録しました。価格は 0.29 ドルから一気に 0.26 ドル付近まで下落し、その後は 0.26 から 0.27 ドルのレンジ内で推移しています。この短期間の急落は投資家心理に少なからず影響を与えています。背景には香港のコモディティ企業であるビットオリジンが発表した5億ドル規模の同時コイン長期保有戦略があります。この発表により一時的に買いが入り、価格は 0.29 ドルまで急上昇しましたが、その後すぐに反落。値固めにはつながらず、材料出尽くしという形で下落に転じました。また、テクニカル面でも興味深い現象が起きています。RSI、いわゆる相対力指数が85を超え、買われすぎのシグナルが点灯していたタイミングでの急落だったこともあり、短期的な利確やショートが重なった可能性が高いです。現在、強いレジスタンスは 0.29 ドル、サポートは 0.26 ドルに切り下がっており、ここを割り込むとさらに下落リスクが強まる可能性があります。とはいえ、大口投資家の新規買いが観測され、取引量も通常の 2.5 倍に増加していることから、同時コイン自体への注目度が下がっているわけではありません。むしろ、機関投資家が関心を寄せているという点では、今後の中長期的な展開にポジティブな材料とも取れます。ただ、短期的には加熱からのリセットが入ったタイミングと見るべきじゃないかと思います。1週間で約 40% 上昇し、年初から見ると約2倍にまで成長した同時コイン。ここで一旦スピード調整が入るのは自然な流れかもしれません。今後の注目ポイントは、
0.26 ドルという水準を維持できるかどうか、このラインを守れるかどうかっていうのが次の上昇トレンド再開の鍵になるんじゃないかというところと言えます。では、ここからは暗号資産市場全体の動きを見ていきましょう。2025年7月22日時点で暗号資産全体の時価総額は約 3.92 兆ドルとなり、過去24時間でおよそ 0.99% の減少となっています。これは大きな暴落というわけではありませんが、市場全体がやや調整ムードに入っていることを示しています。まず、ビットコインは117,120ドルから117,514ドル付近を推移し、24時間で約 1% の下落となりました。短期的な利益確定売りが主な要因とされています。イーサリアムも同様に3,700ドルから3,773ドルの間で動いていて、24時間で約 1.2% の下落となっています。一方で注目すべきはアルトコインの優勢です。中でもソラナは過去24時間で12% 以上の上昇を見せ、ついに200ドルを突破しました。この動きは現在の市場がリスクを取りに行く姿勢、つまりリスクオンの相場になっていることを意味しています。また XRP も高値圏で安定していて、BTC やイーサからの一部資金が移動している様子も見られます。こうしたアルトコインへの資金シフトは ETF 市場の動向とも関連しています。過去1週間、世界の暗号資産関連 ETF には過去最大規模の資金流入があり、特にイーサリアム連動型の ETF においては記録的なインフローが確認されました。これにより大型銘柄からアルトへ資金が回っているという流れが生まれています。全体としてはビットコインを中心に一時的な調整が入りつつも、アルトコイン市場には強い追い風が吹いている状況です。今後も ETF 関連ニュースやマクロ経済の動向によって資金の流れがさらに変化する可能性があるため、動向には注意が必要です。はい。では、ここからは仮想通貨の将来に関する規制の動きについて見ていきます。価格の上下だけではなく、規制や法律の整備が進むことで、長期的な信頼性や安全性が高まることは、投資家にとって非常に重要なポイントです。まず、アメリカでは暗号資産関連の新しい法律として、ジーニアス法やクラリティ法といった大型法案が進行しています。これらの法案が整備されれば、これまでグレーだった規制の枠組みが明確になり、特に XRP のような通貨に対してポジティブな影響が期待されています。また、機関投資家にとっても、こうした法整備が進むことで、安心して市場に参入しやすくなるため、資金流入の後押しになる可能性があります。次に、イギリスでは、デジタルポンド計画を停止する方向で検討が進んでいます。これは中央銀行発行のデジタル通貨、いわゆる CBDC の一種ですが、一方で同時に違法な仮想通貨 ATM の摘発など民間領域での仮想通貨流通には引き続き厳しい監視が行われている状況です。つまり、イギリスは中央集権型の通貨には慎重姿勢を取りつつ、民間の仮想通貨には規制強化で対応するというスタンスを強めています。そしてアジア地域でも重要な動きが見られます。特に香港やベトナムでは仮想通貨取引所の認可制度や資産分類のルールを整える法案が進んでいます。これは投資家保護とイノベーションの両立を目指す動きであり、アジア地域の暗号資産市場がより公式かつ信頼性の高いマーケットへと変化しようとしている兆しです。このように各国が仮想通貨に対するスタンスを明確にしつつある今、長期的な投資判断においては、こうした規制環境の変化も見逃せないポイントになります。短期の値動きだけではなく、どの国がどう動いているのかという視点を持つことが、これからの投資ではますます重要になっていきそうです。はい。では、ここまで2025年7月22日時点の暗号資産に関する重要なニュースを XRP や同時コインを中心にお伝えしてきました。まず、XRP は6年ぶりのテクニカルブレイクとともに ETF の上場や規制法案の進展などファンダメンタルの面でも注目材料が集中しています。24日に予定されている SEC の控訴取り下げに関する投票も
今後の価格に影響を与える可能性がありますので、注意が必要です。同時コインに関しては、ビットオリジンの大規模購入計画というポジティブな材料が出た一方で、短期的には買われすぎからの急落という展開になりました。現在は 0.26 ドルをサポートに値固めが続いていて、今後このラインを維持できるかどうかっていうのが、次のトレンドを分けるポイントになってくるんじゃないかというところになっております。市場全体としては、ビットコインとイーサリアムがやや調整ムードにある中、ソラナや XRP など一部のアルトコインが資金を集める展開になっています。ETF への資金流入が活発になっていることもあり、資金の流れは今後も大きく変化する可能性があります。そして世界各国で進行中の規制整備にも注目です。アメリカの法案整備、イギリスのデジタルポンドの見直し、そして香港やベトナムといったアジア圏での制度整備が進む中で、今後の市場環境がどう変化していくのか、これを捉えることが長期投資においてはとても重要になってくるんではないかというところとなっております。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。何本かも説明動画をアップしていますので、ぜひそちらの動画の方をご覧になられてみてください。これからは AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。なので、投資成績も上がるのではないかと思っています。ぜひ興味がある方は僕の公式 LINE に登録してもらい、AI とチャットを送ってもらえたら登録リンクを送りますので、そちらの方から参加されてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。